ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。マリサ。なんだ？新作発表があったのになんで動画を出さないのよ。配信者さんがどんどん動画を出して盛り上がってるわよ。そうなんだ。どんどん動画がアップされるから見るのに忙しくて、動画を作成している暇もないぜ。確かに、マリサの解説より面白いわよね。そうなんだよな。それにしても、今回の新作発表は驚いたわね。ほんとだな。世界中がロレックスに踊らされた感じだよな。どういうこと？おそらくだけど、今回のリークは意図的だったと思うぜ。そんなことある？じゃあ、前半はリークの真相を推測して解説するぜ。なんか、謎解きみたいで楽しみね。あくまでも推測だけど聞いてほしいぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。腕時計やロレックスに興味がある人は、チャンネル登録をしていただけると励みになります。コメントもいただけたらすごく嬉しいです。ゆっくりしていってね。それで、どうしてロレックスがリークしたと思ったの？リーク画像なんだけど、かなり前から出てたよな。そうね。うちのチャンネルでも予想に使ったわよね。今から思えば、リーク画像と知らずに予想してたと思うと恥ずかしいな。ほんとよね。星1とか言わなくて、ほんとよかったぜ。マリサの目は、節穴って言われるところだったわよ。それで、リークの発端となった画像だけど、何か違和感を感じないか？今から思えば、フェイクにしてはリアルに思うわ。レ夢ムの目は節穴か？なんですって。仲間外れの画像があるだろ？ランドブエラーだけ3種類写ってる画像があるわね。その画像ではあるんだけど、肝心なところは背景だぜ。背景？今回、発表前にリーク画像じゃないかと騒がれたのは、ティザー予告と背景が似ているからだっただろ。そう言われたら、そうだったわね。第1弾のティザー動画は内容もあまりないように感じただろ。内容が内容。ダジャレを言ったわけじゃないぜ。第2弾に比べたらそうね。この1枚の画像から憶測が広がるようにしたと思うぞ。なるほどね。そして巧妙だと思えるのが、追い触れターコイズのデートナだ。それはどうして？このデートナ画像があったから話題にもなったし、逆にリークであることをカモフラージュしてたぜ。本当にターコイズカラーのダイヤルが発表されるとは、思わなかったし、信じていない人が多かったでしょうね。話題性とインパクトがあるのにリークとは感じさせなかっただろ。ほんと、そうね。このために発表したのかと思うぐらいだぜ。来年には廃盤になったりして。さすがに数年は廃盤にならないと思うけどな。そして、ざわついている中でのティザー予告第2弾のリークだ。それでもロレックスに限ってリークはないと思ったわ。そうなんだ。みんなが疑心暗鬼な気持ちになってたんじゃないかな？私は間違いないと思ったわよ。レ夢ムは単純だからな。何よ。そして、実際に第2弾のティザー予告が出た時の衝撃だ。びっくりしたわよね。全く同じだったから鳥肌が立ったな。ロレックスは秘密主義が徹底しているものね。みんながロレックスどうしちゃったんだ？って、ざわざわしているところでさらなる追い打ちだ。ランドブエラーがホームページから流出しちゃったのよね。これも今から思えば意図的に流出させたと思うぞ。これも？それも実に巧妙に流出させてると思うぜ。でも、リンクがウェブ上で繋がっていることに、誰も気づかなかったかもしれないでしょ？マニアやインフルエンサーなら気づくと思ったんじゃないかな？都合が良すぎない？もし、誰も気づかなければ、また意図的にリークすれば済むだけの話だしな。そう言われたらそうね。リーク情報を掴んだ。って、盛り上がらせておいて、実はロレックスの手のひらで踊らされていただけかもしれないぜ。さすがに深読みしすぎじゃないの？そう思うか？私は、信じられないわ。これを聞いたら納得すると思うぞ。なんなの？世界のフェデラーさんのおもらし画像だ。話題になってたわね。これは絶対にありえないはずだぞ。そうなの？フェデラーぐらいになればリスクマネジメントは万全だぜ。そうでしょうね。投稿する前にチェックする人がいないわけないと思うぞ。それはそう思うわ。そして、ロレックスの何がすごいって、この画像で真相が全くわからなくなってしまったことだ。だってロレックスが仕掛け人なんでしょ？私はそう思っているぞ。でも、真相はわからないだろ？ロレックスがわざとリークしたとは言わないわよね。仮に本当にリークがあったんだとしても、フェデラーの画像でもみ消されてしまったと思うぜ。真相は闇の中ね。もしかしたら、最初の画像はリークだったかもしれない。それが最終的には宣伝効果だけ見事に発揮して、イメージダウンになるようなことは全くなかったぞ。今年の新作発表は予想以上だったしね。ネットもリークの話題は吹っ飛んでしまって大盛り上がりだ。注目を集めてたから大成功の発表会になったわよね。すべて計算されたマーケティングに思えてこないか？聞いているうちにそんな気がしてきたわ。そして今年初めの値上げの件だ。値上げがどうかしたの？
デイトナだけ値上げ率が高かっただろ。そうね。それに関しても、今にして思えば、新作発表で巻き返せる自信があったんじゃないかな。確かに追い触れデイトナが欲しいという声が多いわね。もし本当にここまで見越しての値上げ幅だったとしたら、ロレックスのマーケティング力は恐ろしいぐらいだな。値上げや制限ルールの変更で離れかけたファンの心も、戻ってきそうよね。戻るどころかわしづかみじゃないか？ロレックス沼にはまったら一生抜け出せないわね。ほんと、底なしだよな。世界中の人が欲しがるわけよね。そして、リークがマーケティングだったと思う最後の理由は、このランドブエラーの紹介ページにあるぞ。まだあるの？このページなんだけど、SNS にシェアできるようになっているんだぜ。ロレックスってそんなに積極的だったかしら？それだけランドブエラーに力を入れているということだな。ネットの反応を見ていると結果は大成功じゃない？実際にすごいムーブメントだと思うし、将来は歴史的な、価値を持つ名作と呼ばれるかもしれないな。でも、今更ラグスポみたいな感想もあったわよ。それに関しても、ランドブエラーまでの系譜として、ホームページ上で説明したり、歴代モデルの展示もして抜かりはないぞ。今更じゃないことをアピールしたのね。そうだな。今思えば、クォーツ式モデルのデザインも、ロレックスがクォーツ式モデルを今更発売しないでしょ？って、カモフラージュになってた気がするな。予想した時にも言ってたわよね。見事に惑わされてしまったぜ。マリサはランドブエラーが欲しいかしら？みんなそうだと思うけど、欲しい欲しくないで言えば欲しいぜ。それはそうね。ステンレスモデルの価格が税込み、225万5000円するから、ステンレスモデルのスカイブエラーやデイトナと、価格帯が近いモデルも多いんだよな。ヨットマスターのチタンも同じぐらいの価格よね。そうだな。所持している時計や欲しい優先順位で変わってくるな。マリサはどうなのよ？優先順位で言えば、デイトナの方が先に欲しいかな。やっぱりデイトナなのね。個人的に、ダイヤルの6と9のアワーインデックスが、いまいち惹かれないデザインなんだよな。SNS でも同じような意見の人を見かけるわね。好みだから、このデザインが好きな人もいるとは思うぞ。プロが設計したデザインだもんね。ロレックスがランドブエラーに力を入れていることは、間違いないからな。そうね。ないとは思うけど、来年の発表でダイヤルインデックスを修正したり変更したら、エクスプローラーのブラックアウトみたいに、超プレミア価格になって購入が難しくなるかもな。今のデザインが好きな人は早く購入したいわね。そうだな。実際に会場で撮影されたランドブエラーを見ると、ホームページより実物の方がかっこよく感じそうなんだよな。すごく素敵ね。無垢系は値段も素敵だけどな。ほんとね。目の保養に楽しみましょうよ。早く実機を直に見てみたいよな。いつ頃発売されるのかしら？予測だけど話題が冷めないうちに次の話題にしたいから、意外と早く販売が開始されると思ってるぜ。購入画像が出回ったら、また大きな話題になるわね。次の値上げ前だとしたら夏ぐらいには出回るかもな。購入できたら自慢になるわね。最初はプレネもデイトナ並みになるんじゃないかな？ご祝儀相場ね。3月ぐらいまでは低迷気味に見えたけど、今回の新作発表で一気にお客さんも戻るかもしれないな。今年は話題性のあるモデルが多かったもんね。なんだかんだ言っても、みんなロレックスが大好きだぜ。他に気になったモデルも感想を聞かせてよ。わかったぜ。一番気になったモデルは何かしら？予算は別にして、衝撃的だったのは GMT マスター2、エバーローズゴールド、タイガーアイアンだぜ。価格は税込み、746万7900円もするけどな。予想解説でも星4つつけてたわね。奇跡系のダイヤルってすごく魅力を感じるんだ。同じ模様がない一点物の魅力ね。人が作り出したんじゃなく、長い年月をかけて、自然が作り出したと思うと壮大なロマンを感じるぜ。価格が高くても仕方がないのかもね。上がり時計で購入したいと思う人もいるんじゃないかな？マリサは？もちろん、私も上がり時計の候補にしたいけど、現在でも高額モデルだし、金無垢系は今後の値上げで、とても購入できそうな価格ではないな。早く総理大臣を変えないと日本経済がやばいわね。さらっと暴言を言わないでくれるか。だって、そうでしょ。異論はないな。GMT マスター2は、レフティも発表されたわね。こっちが周年モデルかもしれないな。50周年モデルもグリーンダイヤルだったのよね。ロレックスで初のセラクロムダイヤルだぞ。コーポレートカラーで素敵ね。会場の画像を見ると実物はもっと素敵かもな。ダイヤルとベゼルの色が同色で雰囲気あるわね。周年モデルの特別感があるよな。でも、高いんでしょ？ケースにホワイトゴールドを使ってるから、税込み価格706万2000円するぞ。やっぱりお高いわね。ただ、他のホワイトゴールドモデルと同じ価格だから、狙ってたランナーさんには選択肢が増えて嬉しいと思うぞ。
ミッドナイトブルーの人気は落ちちゃうかもしれないわね。メテオライトもあるしな。大好きなオイスターパーペチュアルの感想は？セレブレーションが廃盤になってしまったな。ダイヤルを作るのが大変だったのよね。そうみたいだな。廃盤になって今よりプレネが上がりそうよね。狙ってマラソンしてたランナーさんは悔しいと思うぞ。ほんとそうね。気を落とさず次のモデルに向けて気持ちを切り替えてほしいぜ。ロレックスは他にも素敵なモデルがあるからね。数年後には新色を加えて復活するかもしれないしな。あるかしら？ロレックスは色をついてくるからな。言われたらそうね。それで、今回の新色で気になったカラーはあった？ホームページで見たときは、ラベンダーが素敵に思えたんだけど、会場の映像を見たら、ピスタチオがよく見えたぜ。ピスタチオ変じゃない？確かにホームページで見たときは微妙に感じたんだけど、差し色としてのワンポイントに素敵だと思ったな。光の加減でも見え方が変わりそうね。そうだな。視聴者さんはどのカラーが気になったかな？私も新作ならラベンダーが素敵だと思ったけど、やっぱり一番はキャンディーピンクが素敵だと思うわ。キャンディーピンクが廃盤にならなくてよかったよな。淡いカラーが増えたから購入しやすくなるといいわね。人気は下がらないと思うから難しさは変わらなそうだぜ。淡いカラーなら 41mm より 36mm がいいんじゃないかしら？ロレックスもそう考えているから、カラーバリエーションが多いのかもしれないよな。41mm は何が変わったの？違いがよくわからないんだけど、ケースが少し薄くなったと解説していた。海外の配信者さんがいたけど、信憑性はわからないぜ。価格も変わってないから、あまり気にしなくてもいいかもね。41mm にはラベンダーがないから、ラベンダーを狙う人は、36mm で探すことになるぞ。マリサはどうするの？まだ次に狙いたいモデルを決めていないけど、淡いカラーの追いパペも欲しくはあるから悩むところだな。制限中だしね。焦って決める必要もないし、考える時間も楽しい時間だから、ゆっくり楽しむぜ。セレブレーションが廃盤になったのは残念だったけど、まだまだ素敵なモデルはあるわね。追いパペは1本購入すると、他のカラーも欲しくなる、不思議な魅力を持った時計だな。他に気になったモデルは？デートジャスト31、ダイヤ入りレッドオンブレは刺さったぜ。レディースモデル？ 31mm で小ぶりだけど、ドレスウォッチとしてなら、男性でもありなんじゃないかと思うんだけどな。ゴージャス感もあるわね。ダイヤがなければ検討したいモデルだな。そんなに気に入ったのね。ダイヤルカラーが、ほんとツボなんだ。他のモデルでも人気は出そうよね。ダイヤなしで他のモデルにも展開してほしいぜ。マリサならどのモデルで展開してほしい？やっぱりデイトナかな。デイトナでレッドオンブレが発売されたら気絶者が続出するぞ。発売されるといいわね。そのデイトナなんだけど、ターコイズカラー以外も発表されたわね。そうなんだ。憧れのデイトナメテオが復活したんだ。そんなに嬉しいの？もう昔の話で覚えていないけど、隕石でできた文字盤があることを知った時の衝撃は、今でもはっきり覚えているぞ。すごいことかしら？今はわからないけど、宇宙から飛来したものが、手に入るなんて夢にも思わなかったぞ。そうなんだ。その時に見たのがデイトナのメテオライトだったから、ずっと憧れの時計でいつかは欲しいと思ってたぜ。それが廃盤になっちゃってたのね。廃盤になってプレネも爆上がりでもう買えないと思ってたぜ。そんな憧れの時計が復活したなら嬉しいわね。希少で人気も高いと思うから買うのは難しいと思うけど、復活してくれたことが嬉しいぜ。買えそうかしら？もしかしたら、ステンレスモデルより入手困難じゃないかな？そんなに人気になりそう？間違いないと思うぞ。買えないうちに値上げがあるかもしれないわね。高値の花になっちゃいそうだよな。上がり時計とのんきなこと言ってられないわね。安いわけでもないから、本気で狙う気持ちなら、今持っている時計を手放して資金を作ってでも、買えるチャンスがあるなら購入した方がいいかもな。100万円単位で値上がりしちゃうかもしれないものね。ロレックスは今が最安値というぐらいだし、メテオデイトナに関しては並行価格もエグいと思うぞ。そうなのね。次はネットで見かけたシークレットモデルを紹介するぜ。シークレットモデル？カタログに載せていないモデルだな。あ、ヒロさんがレインボーデイトナの価格紹介をしてたわね。ヒロさんクラスだから入手できる情報だよな。値段を聞いてびっくりしちゃったわよ。貴重な情報が聞けるのは YouTube の良さだよな。それで、どんなシークレットモデルの噂があるの？今年もデイトナルマンはエバーローズゴールドで発売されるぜ。すごいわね。大物 YouTuber さんの出番かしら？間違いなく購入するんじゃないかな。コンプリートを目指しそうよね。ここまで来たら、来年プラチナモデルが発表されて、オールコンプリートしてほしいよな。4本並んでいるのを見てみたいわね。ほんと実物を見てみたいよな。まだあるの？同じくデイトナでタイガーみたいなモデルも出るみたいだぞ。これは高いんじゃないの？めちゃくちゃ高額モデルだと思うぞ。
提案される人の顔が見てみたいわよ。見てどうするんだ？もちろん、玉の腰に乗るのよ。夢を持つことはいいことだな。何よ。真面目に言ってるんだから、ちゃんと聞きなさいよ。でも、正規店で購入する人はロレックスに利益を落とすから、並行店で高額モデルを購入する人よりすごい人だと思うぞ。ロレックスの VIP 客になんて簡単になれないわよね。こちらの宝飾系もすごいぜ。これは気絶しちゃうぐらい素敵ね。ダイヤとサファイアの取り巻きがやばいよな。一体いくらぐらいするのかしら？ヒロさんクラスにならないと提案もされないから不明だな。マリサには永遠に提案されないからわからないわね。ほとんどの人がそうだと思うぞ。ターコイズカラーのデートナも目が慣れてきたのか素敵よね。予想の時にターコイズなら奇跡系で発表してほしいと言ったのは覚えているか？なんか聞いたような気もするけど覚えていないわ。霊夢の記憶は右から左に素通りだな。余計なお世話よ。言ってたことが本当になったんだ。奇跡系のデートナが発表されたの？そうなんだ。ターコイズの天然石ダイヤルのデートナだ。これはやばいんじゃない？富裕層でも取っ組み合いをしてでも欲しいんじゃないか？富裕層は取っ組み合いはしないと思うけど、購入したい人は多いんじゃないかしら？購入とか考えられるレベルじゃないけど、実機を直に見てみたいぜ。美術館で鑑賞するような気持ちね。ほんと、入場料を払っても見る価値はあると思うぞ。今年の新作発表会は面白かったわね。リーク騒ぎで発表前から盛り上がったよな。リークの真相はわからないけど、大成功だったでしょうね。早くも来年の新作発表が楽しみだぜ。気が早すぎるわよ。まだ今年の新作が発売されてもいないわよ。それぐらい満足したということだぜ。待ちに待ってたから、期待以上でよかったわね。最後に話は変わって紹介があるぜ。何かしら？以前に動画でも紹介した、カッピーさんの著書、ブラパト、ブランドパトロール本日も異常なし、が、4月16日に2巻、3巻と同時発売されるぜ。ブラパト面白いわよね。ロレマラしている人には共感できる部分も多いと思うぞ。これってもしかして、なんだ？噂の案件ってやつ？こんな小さなチャンネルに案件が来るわけないだろ。それはそうね。大好きな漫画だから勝手に紹介コーナーだぜ。面白いのは間違いないからね。もう Amazon で予約したぞ。本当に？届いたら私にも見せてよ。それはできない相談だ。なんでよ？マリサのケチ。応援するためにも買って売り上げ貢献しないとだぞ。それは正論よね。あ、もしかして？どうした？これが噂のアフィリエイトってやつ？そんなの登録の仕方もわからないぜ。今回の小話はいかがでしたか？長い動画を最後まで視聴してくれてありがとうございます。今回は話題が多すぎて長い動画になっちゃったわね。これからも腕時計に関する小話を配信しますので、少しでも動画に興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、暇な時にもう一本視聴していただけましたら、すごく嬉しいです。感想などもコメントに残していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。